皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年4月16日の生放送を行っていきます。もう早速ですが、皆さん集まりのようで、かなり話が盛り上がっているようで、とても嬉しいです。YouTube のコミュニティチャンネルの方でも、いつものように皆さんからの書き込みを募集しているんですけれども、私はこう言いたい、こういった話をしたいっていうふうに、最初の誰かが書き込んだ後に、いや、私はこう思いますよとか、そういった一言コメントどんどん追加されるっていうのも光景として増えているので、皆さんからの書き込みの後に、他の方からの返信がいくつもついているっていう光景が、ちょっと定着してきたのかなと思っております。このあたり私はかなり嬉しいですね。ただしここで注意点としては、書き込みに対して基本的に否定的な書き込みはあんまりしないようにしてください。基本的に同調する書き込みであったり、話を横に広げるような、そういった書き込みをよろしくお願いします。いわゆる否定的な話を投げかけてしまうと、そこで、書き込み戦争みたいなのが起こってしまうので、この人とはちょっと意見が合わないなと思ったら、そこで、他のものにすぐ関心を移すみたいな感じで対応するのが、一番いいんじゃないかなと思っております。田口さん、スーパーチャットありがとうございます。そうですね。なんか今日、初めまして的な方もおられるんで、嬉しいことですね。ここ最近だと話の中心っていうのがどうしてもウクライナの話が多いので、これに関連してチャンネル登録される方も多いので、こちら生放送の方も初めて見ますよという方もどうぞ気軽に見ていってください。また、リードオンリーっていう形、いわゆる聞いてますよとか、もしくは見てるだけですよっていう方でも全然問題ありません。チャットに入る、入らないは、それぞれの方の、自分のスタイルに合わせた、そういった形で付き合ってもらえれば問題ありません。というわけで、皆さんからのコミュニティの書き込みもどちらかというと、ウクライナ関連が多いのかなという感じではなってますね。ただ、私のチャンネルでは特に時事問題だけじゃなくても全然問題ないですよということも書いてあるので、そのあたりの事情を汲み取って、全く、いわゆる、季節柄の話なんかもされている方いますね。それはそれとして、それじゃウクライナ関連の話いこうと思ったんですが、ここ最近、どうしても世知辛い世の中的だなっていうのを感じるので、こういったほっこりするニュースなんかがあるとちょっと面白いんですけどね。こちら NHK ニュース、ツイッターの画面なんで、これで著作権侵害を訴えられることはないだろうと思うんですけど、この恐竜の着ぐるみを着てみんなで走り、ダッシュするっていう、なかなかいやー、ほっこりするニュースなんかが流れておりますね。よいしょ。それはそれとしてですね。まずは、よいしょ。ちょっと待ってね、画面かぶりまくりなので。まず現在のウクライナ情勢についての話、早速いきましょうか。
戦線としては、これまで私は北部戦線、東部戦線、南部戦線という形でお話をしてきました。で、現在のところ北部戦線については、ロシア軍が撤退することによって、基本的には今、穏やかな状況になっています。ただし、その後、ロシア軍が撤退した後に、一体その占領地で何が起こっていたのかっていうのが、ここ最近の、連日のニュースになっています。多くの遺体が見つかっていますよという話ですね。で、一方で、つい直近の昨日、おとついの話として一番大きかったのが、南部戦線、黒海における黒海艦隊の旗艦、モスクワが、撃沈されましたよというニュースでした。私のチャンネルではそのあたりについてですね、主にロシア側の発表に基づいて話をしていきました。そうした方が基本的には、なんていうかな、ウクライナ側は基本的に戦果をより大きく見せたいし、ロシア側は逆に言うと、より被害は少ないですよというふうに言いたがっているので、逆に言えばロシア側の報道を少なくとも言えば間違いない部分、そこまでは言えるという話なんですよね。さて、ロシア国防省が黒海艦隊の旗艦モスクワが沈没と発表した。こちらが昨日のニュースなんですけれども、アメリカはこれに対して、いやいやこれはもうウクライナ側の攻撃が当たったんだろうというのがまず、発表されています。もちろんロシア側は認めていませんよ。で、認めていないんですけれども、じゃあロシア国内でそうした発表なんでしたのかっていうことになると、これにはいくつかの説というものがあるんですけれども、その一つが、基本的にウクライナにやられたっていうと、ロシア軍がそれだけ弱いですよっていうことになるので、これを発表したくないっていう説です。そのためにロシア側が何を言っているかっていうと、爆発、炎上が起こりました。でも原因はわかりません。その後、転覆して沈んでしまいましたっていうふうに発表しているわけです。ただし、そんな話をされてもですね、私たち側にしてみたら、それがロシア側のいわゆる最低限の発表できるレベルなんだなって思ってるので、実態としては、ウクライナ側の言っていることと、その中間あたりに真実があるだろうと考える方が妥当だと。で、今のところ言われているアメリカ側とウクライナ側の発表を合わせた考え方っていうのは、ウクライナ側が飛ばしたドローン、こちらの方がまず周回していて、それを警戒している状態の中で、ウクライナ側が対艦ミサイルネプチューンを2発撃ち込んだだろうというふうに言われています。で、このうちの1発については、おそらくちょっと不発だったかもしれないと。ただし、1発でも当たったことによってですね、このモスクワの艦上には、16機の対艦ミサイルだったり対空ミサイルの発射装置がもう上に乗っかっている状態なので、一発でもぶつかった瞬間に誘爆して大爆発っていうことになるわけです。で、現在のところロシア軍は死者は出ていないと、こちらは嘘800だろうと思われるんですけれども、実際問題、このモスクワの艦長についてはほぼ、亡くなっただろうということが確定的に伝えられています。艦長が亡くなるぐらいですから、船員の一人も亡くなっていませんよっていうのを、まず間違いなく嘘だろうと私は思っています。で、こちらの方、モスクワ沈没で矛盾、艦長が死亡かっていう、こちらの方ニュース流れているんですけれども、基本的には嘘ばっかりついているんで、どれが本当なのかっていうのをちょっと探らないといけないのがちょっと難しいところなんですけれども、少なくともロシア側が認めた段階で、それは最低限、どうやっても取り作ることができないなっていう状態になっているんですよね。で、艦長が亡くなったプラスアルファとして現在言われているのは、黒海艦隊の司令官、こちらの人が責任問題で追及されて、罷免かもしくは更迭されているのではないかということが言われています。で、これはなぜかっていうと、黒海艦隊の司令官は、このモスクワの防空能力は、ウクライナ側が攻撃してきたとしても全く揺るがない万全だっていう風な話を以前していたと。で、そういった話をしていたにもかかわらず、今回対艦ミサイルが、当てられて、そして撃沈されてしまったということから、お前は一体今まで何を言ってたんだっていうところから、
こちら黒海艦隊の司令官についてもお前嘘つきだなということから、責任問題へと発展してしまったというわけですね。で、これに関連してかなりいろいろなことが動いております。で、まず第一に起こったニュースとしては、このウクライナが攻撃して撃沈されたっていうのは私たちから見た話なんですけれども、ロシア側としてはあくまでも敵にやられたなんて口が裂けても言えないから言えないっていう状態なので、別の話を持ってきてウクライナに対する報復をしようという話になっております。これかなりめんどくさい話なんですけれども、ロシアはそれだけ国内向けの話と国外向けの話、ちょっと矛盾していてももう気にしないっていうのが一つあります。ロシアはミサイルでキーウ再攻撃、旗艦モスクワ沈没で報復かというニュースが流れているんですけれども、こちらウクライナの首都キーウに対するミサイル攻撃っていうのが、また再びちょっと激化しましたよっていうニュースなんですけれども、で、これがどんな場所に落ちたかっていう話になった時に、ロシア側の本音が見えます。ロシア巡洋艦沈没への報復攻撃を激化、ミサイル工場を破壊ということで、こちら、主に攻撃を受けた場所としてですね、ウクライナの軍事企業、ウクロボロンプロムという会社があって、この工場が破壊されたと。で、この工場っていうのが、対艦ミサイルネプチューンの生産に携わっていたということなので、基本的には報復としてここを狙ったんだろうという話が出ております。だからウクライナは本当に自分たちでやったんだよっていう話を言ってるのに対して、ロシアは自分たちの被害を覆い隠すために、いやいやウクライナの攻撃じゃないんですよと言いつつも、でも実際には対艦ミサイルネプチューンを作っていた軍事企業を狙うという、もうこのあたりね、本音とその建前がもうぐっちゃぐちゃに混ざり合った状態なんですよね。で、これに関連してですね、じゃあどんな理由をつけてこの首都キーウに対する攻撃を激化させたのかっていう口実作りっていうのがされています。で、それがですね、ロシアの発表として、ウクライナがロシア側に越境侵入してきて攻撃してきたんだ。だから私たちは、その反撃として攻撃しているんですよという、このあたりの話をしているんですよね。ただしこれはもうかなり怪しい話です。ロシア当局が14日、対ウクライナ国境に近い西部ブリャンスク州南部の町がウクライナ軍のヘリコプターによる空爆を受けたと主張しましたと。この段階でって思うんですけど、その後、ちょっと重要っていうか、これおかしいだろうって思わず突っ込み入れたくなるのが、ウクライナの軍用ヘリ2機がロシア領空にまず侵入したと。で、国境から10キロ離れた町で、6回にわたり住宅を空爆したっていう発表してるんですね。これを聞いて、いや、ロシアって普通に今防空体制あるんじゃないのっていうところが第一弾で、その後10キロも行って、しかも何を攻撃したかっていうと、軍事施設ではなくって住宅街を攻撃したと。いやいや、待てと。ウクライナ軍はそんな暇じゃねえだろっていう、ここの第2ですよね。このあたりの話を考えると、通常これをロシアの偽旗作戦と呼ばれるもので、自分たちが攻撃する時のいわゆる口実作りとして、むしろ自分たちでやったんじゃないのっていうふうなことが伺われます。これを受けた形で私たちはウクライナの首都キーウに対する攻撃をいっぱいしたんだよという話をしてるんですけど、口実作りをする割にはこの話っていうのは、ロシアの防空システムっていうのを全然、機能してないんだなっていう、そこの突っ込みポイントを全くロシアは気にしてないんですよね。だから、外側に向けてはそういう自分たちの防空システムボロボロですよってわざわざ宣伝した上で、じゃあ何が目的かっていうと、ロシア国内向けにあくまでも私たちはやられたんだからやり返すんだっていう、いわゆる自分たちの正義を主張するための話をしているわけですね。
だから私たち第三者から見ると、何自分たちが間抜けですよって発表した上で攻撃してるんだろうっていう、かなり突っ込みポイントの多い話になっております。で、ちょっとこれに関連してという話ではないんで、ちょっとこれは後にしようかな。よいしょ。順番どれにしようかっていうの迷うんですけれども。ポチポチポチと。ちょっとこれにしましょうかね。こちらはちょっとツイッターから持ってきたお話なんですけど、これ面白いなと思ったのがですね、今の黒海艦隊の話をしましょう。私はこのモスクワが沈没しましたよ、おそらくっていう話で動画は1本作ってるんですけれども、その時にですね、黒海艦隊のその一番の戦力であるモスクワがもうやられちゃいましたよ、戦線離脱しましたよっていう話から、黒海艦隊っていうのはすごい作戦能力が下がりましたっていうお話をしたんですね。で、黒海艦隊のこれが、構成している船の一覧なんですけれども、一番左上にあるのがこのモスコウですね。モスクワです。これが旗艦でしたと。で、この右横にですね、なんか同じぐらいの船があるなっていう風に見て、いや、まだまだ大きい船あるじゃないかって突っ込みを入れられた方はおられるんですけれども、これはもう、廃艦、いわゆる、もう収益できてないよ、もうこれから解体しますよという船が一応載せられているだけで、実際のところ戦闘には一切も関わりがありませんと。で、そうすると、この下の段の方が、これから残っている船ということになります。で、これ、じゃあどのくらいの大きさなのって話になった時に出てくるのがですね、こちらですね。この真ん中にあるのと、そしてその下にあるのが今の黒海艦隊の、大きめの船ですと。じゃあ一番上になんかどでかいのあるけど、これ何っていうと、これがロシアの富豪が持っている、ヨット。ボートと言えばいいのか、クルーズ船と呼ばれるような、いわゆる軍用じゃなくてリゾート用の船なんですね。つまり、リゾート用の船の方がはるかに大きいレベルで、今の黒海艦隊っていうのは、もう大きい船がありませんよっていうのが今の現状なわけです。それだけこれまでの規模が下がりますっていう話なんですね。だからこそ黒海艦隊っていうのはもう、この黒海における制圧力がものすごく下がってきて、影響力もやっぱりこれから、重要視できるほどじゃないなっていうところですね。対艦ミサイルっていうのがこれあと、どんどん私はイギリスから特にハープンミサイルっていうのが導入されるっていうことを考えると、これからどんどん海の中で押し込められていって、自分たちの母港セバストポリク、港からむしろアゾフ海方向へと逃げていくんじゃないかなぐらいにちょっと思える状況ですね。という具合にしてですね、黒海艦隊はもはや富豪の持っているヨットよりも小さい船で戦わなければならないよというのがちょっと面白いポイントでございます。ちょっとこのあたり詳しく調べたらウィキが出てきたんですけど、こちらの方はいいでしょう。省略しましょう。さて、こんな状況でですね、ロシアが今アメリカに何を言ってるのかっていうニュースが少し話題になっていました。ロシア、アメリカに武器支援の停止要求、予測不能な結果招くというニュースなんですけれども、私は基本的にこのニュースを見たときにもうロシアはアメリカに泣きついたんだなとしか思えなかったんですね。で、これはなんでかっていうと、これ一つ前のニュースとしてアメリカはウクライナに対する軍事支援としてこんな追加リストを出してきましたっていうのがあって、いろんなものをこれからウクライナに渡しますよ。これもあれもこれもそれもみたいな感じで、ニュースになっていたと。で、その中に含まれていたものの中でですね、榴弾砲と呼ばれるものがあります。これはいわゆる野砲と呼ばれるようなもので、射程距離が20キロから30キロ程度の大砲ですね。この大砲をこれからはどんどんと渡しますよっていうのがニュースに出ていました。これまでは対戦車ミサイルであるとか対戦車以外の対空ミサイル、スティンガーなんかも渡していたりなんかしたんですけれども、やっぱり砲撃っていうのは
遠い場所に一気に攻撃するという意味では、もう非常に伝統的な力を持っている武器です。そういった意味で、戦場からちょっと離れた安全な場所からどんどんと弾を撃ち込むぞという意味では、非常に重要なんですよね。特に守りを固めるときには重要だと。で、守りを固める、どこに守りを固めるかというと、東部戦線と。これからロシアとしては、東部のドネツク州あたりをどんどんと制圧したいと思って戦車や装甲車を集めているんですけれども、じゃあこれに対応しようと思ったら、やはりもっともっと多くの重火器が必要ですよというところから、アメリカがこういった武器を渡しますよというのを宣言してるんですよね。つまりロシアとしてはこれ以上武器がどんどんと入ってこられると攻略が大変になってくるわけですから、もうこれ以上やめてくれよっていう状態になってるんですよね。予測不能な結果招くとは言いつつもですね、それは自分たちの予測としてこのままだとまずいからやめてくれっていう、そういったことを結局反面的には言ってるんですよね。こうしたニュースを受けて、アメリカの中においては、もう、プーチン大統領を追い詰められすぎて、もう戦術核を使うかもしれんなっていう予測が出るぐらいになっております。確かにその可能性っていうのはあるんですけれども、じゃあそれで、武器供与をやめてしまうと、プーチン大統領の思った通りに攻撃がどんどん進んでしまうので、結局のところそれはできないんですよね。基本的にはこれからどんどん武器供与していくと、守りがどんどんと硬くなっていって、ロシア軍の被害がどんどんと増えるという形になっていきます。特にですね、戦線が膠着している状態っていうのは、一進一退とは言いつつも、近寄ればもう四方八方から弾が飛んできてもうこれ以上前に進めないよっていう状態になるわけです。で、そうなった状況だっていうことに加えてどんどんと後ろから、はい、次の大砲届きました。どんどん届きました。8問届きました。16問届きました。よし、何十問、20問、30問で一気に砲撃加えようぜなんてなったら、もう前進不可能みたいなことになるんですね。で、これはどういう状況かっていうと、第一次世界大戦です。第一次世界大戦の時っていうのは、戦線が膠着した理由っていうのは、鉄条網がバーっと敷いてあって、プラスアルファ、人間が前に進もうと思ったら、砲弾の雨あられでもう肉片にみんな変えられちゃって、前に進めないよっていう状況になったわけです。だから、砲撃が充実するっていうのは、そうした具合にして、戦場の様相っていうのを、どんどんと昔に戻すことができるんですね。どんなに戦車がいっぱいあっても、装甲車がいっぱいあっても、それを上回る形で砲撃が充実してくれば、そのような形で、前進を阻むことができるようになってくるわけです。しかも現代のところ一つ変わっているのが、ドローンの存在で、ドローンっていうのは少し高いところから、どこに今敵が来てるのかなっていうのを見ることができます。で、今は通信状態っていうのも確保されているので、大砲に向かって、どこどこの座標に撃ってもらえれば、ここに戦車がいますよ、ここに装甲車がいますよ、そこにロシア軍の陣地がありますよっていうのが、連絡ができるわけです。最初の一発を撃って、ちょっともうちょっと、右に100メートルとか200メートルとか、そんな感じで修正をかけてもらえれば、どんどん打ち込むことによって、今までよりもさらに高精度に相手に打撃が与えられる時代になったっていうのが、ちょっと今の様相なんですね。だからこそ、戦車や装甲車っていうのも大事なんですけれども、防御をする上では、大砲がいっぱいあるっていうのはとても重要なことになります。どうしても先進的な兵器っていうのが重要視される時代になったので、自爆ドローンって大事ですね、であるとか、もう大量の戦車欲しいんだけどないんだけどなっていう、そういう話もあるんですけど、でも実はこの大砲が大量に入ってくるっていうのは、ものすごく防御側にとっては有利な話であります。華々しい話ではないんですけれども、そうした戦場を支えるのは、やはり古くからある伝統的な武器を、決して見過ごしてはいけないという話ですね。よいしょ。さて、ちょっと話は変わりましてですね、日本の話に、ちょっと、これは皆さんからの書き込みあったわけじゃないんですけれども、この話もしとかないとなというニュースでございます。というのも、インターネット上にはですね、この現在のウクライナ情勢を見て、いやいや、こういった状況なんだから、ロシア軍が
日本に上陸するっていうことも考えないといけないだろうというか、そういう話は出てくるわけです。ただし、それは今じゃなくって、ロシアがもう万全な状態で攻めかかってきたら大変だっていう話であって、じゃあ今すぐなのかっていうとそうじゃないですよっていうところをちょっと話しておかないとなっていうところから専門家の話を見ていきましょう。自らの手を縛る軍事作戦、北海道侵攻理由見当たらない。こちら小泉先生ですね。よいしょ。で、話が長いので、基本的にはここからは読み上げソフトを使っていきますけれども、基本的に小泉先生の話っていうのはまさに難しい話を分かりやすく話してくれる方なので、読んでいったとしても難解な話ではないと思います。ただ、これを理解すれば少なくともインターネット上にある、ロシア軍が北海道に攻めてくる、さあどうするんだっていうようなそういう危機感を煽る系の話には、いやいや、それは全然、なんていうかな、煽られないぞっていうその煽り体制を作ることができますので、ちょっとこれを読み上げソフトを使って読んでいこうと思います。よいしょ。ちょっと話は長いので、その間私は喉を潤したり休んだりするのに使わせてもらおうと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、読み上げをするんですけど、音量が大きい小さいっていう話もあると思うので、そのあたり、話をしてもらえれば、もうちょっと上げようかとか、もうちょっと音量下げようかとか、調節しようと思います。軍の撤収後、ウクライナ首都キエフ近郊ブチャで見られた陰惨な光景が国際社会に与えたインパクトは大きかった。道の上に自転車に乗った格好のままの人が倒れているなど、普通に人々が暮らしているところにロシア軍がいきなり砲弾やロケット弾を撃ち込んでいたという無差別攻撃の証拠だった。ウクライナをナチスから解放するのだと言っていたロシア軍がここまで陰惨極まる恐怖政治を行ったことが明るみに出た。今回の戦争の大義そのものを疑わせるものだった。南東部の港湾都市マリウポリも激戦が続く。ロシア軍にとっては南部クリミア半島から東部ドンバスまでをつなぐ回廊確保に向けた最後の1ピースであり、東部2州の完全制圧には欠かせないと捉えている。ウクライナもその事情は重々承知しているからこそ外界から隔離され補給も来ない状態でも驚異的な粘りを見せて抵抗を続ける。ただ戦闘が長引くほど民間人の被害や人道危機が広がることも忘れてはならない。マリウポリはこれまで持ちこたえることで軍事用語で言う拘束を行った。ロシア軍の兵力をそこに拘束することで他の地域に向かわせないという意味だ。ここを守りきれるかが今後の戦争の趨勢を決するので、ウクライナ側にはアゾフ海沿いを完全にロシアのものにしないという意識が働く。拘束が解けた時にロシア軍がどこに向かうかが次の戦況を左右する。米国防総省の評価では、すでにロシア軍の兵力は2割が損耗しているとされる。軍隊は3から4割損耗すると作戦が成り立たなくなると言われ、今はその半分ぐらいまで消耗しているのだと推察できる。定石外れの攻撃。なぜロシア軍はここまで苦戦しているのか。2月24日にロシア軍が侵攻し始めた当初は数日でキーフが陥落すると言われたが、マリウポリも予想外の長期戦となった。分かってきたのは、プーチン大統領が始めた戦争が極めて中途半端だったことだ。15万人の兵力を集めたとされ、ロシアの地上兵力の半分近くを動員したと思うが、決して十分でなかった。ウクライナ軍も15万人ぐらいは地上兵力を持っている。ゼレンスキー大統領が総動員令を発動したことで、18から60歳の男性が動員され、さらに数が増えている。ロシアは決して数的には優勢ではなく、場所によっては劣勢だった可能性もある。そうした場合、ロシアが通常やることは普通は一つだ。外側から自分で攻めに行くわけだから、最大の利点は攻撃するタイミングと場所を選べることで、一番都合のいい時に都合のいい場所から攻める。ウクライナの兵力をなるべく分散させて、どこから攻めてくるかわからない行動をとり、最も手薄なところから攻めるのが定石だが、今回はそれをしていない。全正面から攻めており、その攻撃が振るっていない。
あるいは大規模な空爆とサイバー攻撃、電子戦を仕掛けて、ウクライナ軍が全く組織的に作戦ができないようにしてから攻める。これらはどれもロシアの軍事思想の中ではオーソドックスな考え方だが、今回はどの定石にも当てはまっていない。今後、歴史研究の対象にならなければ真相はわからないが、なぜここまで下手くそな戦争を展開しているのかは謎だらけだ。ロシアは自分の手を縛るような変な軍事作戦をやった。これだけは拭えない事実だ。プーチン氏の世界観のようなものを考えてみると、ウクライナはそんなに激しくロシアに対して抵抗はしないはず。ウクライナという国家は非常に弱体だから簡単に瓦解が介するはずだといった侮りが根底にあったのかもしれない。あるいは、プーチン氏が昨年7月の論文以来主張している、ロシアとウクライナは一つという考え方。本来一つだったウクライナとロシアがバラバラに分かれているものを統一するのだから歓迎されるだろうといった思い込みが働いたのではないか。思い返せば、1990年代のチェチェン戦争でも、チェチェンの制圧は無理と周囲はみんな分かっていたのに、政権内で言い出せない構造があった。あの時よりも独裁化が進んだプーチン政権下で将軍たちも何も言えなかったのではないか。側近のショイグ国防相は果たしてプーチン氏の行動を諌める力を持っていたのか。様々な疑問が浮かんでくる。情報戦、人々にも体制。ロシも。というわけで、まず前半部分なんですけど、まず、ロシア軍っていうのがとてつもなく下手くそな戦争をしていて、今までは全くうまくいっていませんよという話を主に小泉先生されていまして、この結果として何が起こっているかっていうと、ありとあらゆる部隊を今ウクライナ側に集中しなければまともに戦えないような状態になっています。これによってですね、極東の部隊、8万人ぐらいいる部隊なんですけれども、このうちすでに実戦投入できる部隊についてはもうほとんどがそっちに行っていて、今残っている部隊っていうのはあくまでも最低限に過ぎないと。今4月なんでもうちょっと暖かくなったんですけれども、3月の頃だとまだ寒くって、結構雪が降っていたと。で、その頃ロシア軍の基地なんかを見ると全然除雪がされていなくって、もうそれだけ兵士もウクライナ戦線の方に持ってかれたんだなっていうことが言われています。そういった状況なので北海道に対する侵攻作戦をしようと思ったとしても、全く兵士がいませんよという話が、この後されております。で、じゃあ、今回のウクライナに全戦力が向かっているような状況ではなくて、そうではなく万全の状態で、ロシア軍が日本に向かってきたとしてもですね、その場合でも、やはり何といっても、上陸用舟艇のようなもの、つまり人間を運ぶ船っていうのはあるんだけれども、戦車や装甲車といったものを、大量に積んで日本に上陸しようっていうそうした戦力が圧倒的にないっていうのが今のロシア太平洋艦隊の姿なんですね。なので、例えば空爆しようと思ったら戦闘機だからこれはいいとしても、実際に上陸戦闘となると、ほとんど成功する確率がないっていうのが今のロシアの姿です。で、たとえですね、兵士が戦車や装甲車なしで北海道に到達したとしても、北海道にいる陸上自衛隊っていうのは戦車がたくさんある状態なので、基本的には、戦車対人間っていうのは戦車の方が圧倒的に強いと。で、現在ウクライナの情勢を見たときに、歩兵に対戦車ミサイルいっぱい持たせたらいいでしょう。ロシアだったら RPG-7 なんか持ってるでしょうっていう話をされるんですけれども、それに対応するっていう考え方から言えば、正直言ってアメリカのウクライナに提供している、ジャベリンなんかの射程距離を比べると RPG、ロシア軍の持っている対戦車ミサイルっていうのは圧倒的にその、威力であったり射程が低いので、正直そこまでの脅威にはならないと思います。第一、ロシア軍の場合だと北海道上空の制空権を制圧することができないので、戦車に
接近する前にそもそも論としてヘリコプターにやられてしまうであるとか、もしくは砲撃されてしまうとかであって、基本的には上陸したら袋叩きに合いますよねっていうところから、ほぼほぼ、ロシア軍にとっては絶望の戦場になってしまうというところですね。こういった単純なところから言って、そもそも論としてロシア軍が北海道に侵攻するっていうのは、確率論としては少ないですよっていうところですね。実際の脅威としても。じゃあ、そうじゃなくて攻撃するしないで言ったらどんな手があるかって言ったら、それは一方的な戦術核の使用などによって、例えば日本の在日米軍基地、プラスアルファ自衛隊の基地を全部戦術核を落として吹っ飛ばした後だったらできるでしょっていう、そういった極端シナリオあるんですけれども、もはやそれは占領しに来ないだろうっていうシナリオなんですよ。そこまでやったら。その場合だと単純に世界大戦に発展していて、日本だけじゃなくって他の国にもたくさん、戦略核を打ち込んだそのついで的な感じでの攻撃だと思うので、その場合はちょっと考慮に入れる必要はないのかなと。そうなったらもはやもう私たちがどう考える、どう対応するかっていうのをはるかに超えた、世界が滅亡するレベルの話なので、ちょっと実際のところ対応はできないんですよね。何にしてもですね、現在のところインターネット上でもう私たちっていうこの不安になっている、動揺している気持ちっていうのを揺さぶろうとして、ロシア軍が北海道侵攻するかもぞって、そういうふうに煽っている人がいたとしたら、いや、それは単純に戦力的に全く無理ですよっていうところを、専門家の方も言われていますし、その専門家の方が言われていることにほぼ矛盾点が全く見当たらない話なので、私は基本的に現在のロシア軍は北海道に侵攻する力はゼロだと考えています。たとえ意思があって実施したとしても、それは全滅するだけですよっていう話ですね。なので皆さんも YouTube 上でロシア軍が北海道に侵攻してくるぞみたいな煽りをしている動画を見たら、はいはい、またそんなつまらんこと言ってるね。一体何を根拠にしてるのみたいな感じで、もう完全論破するぐらいの勢いで、コメント書き込みしてあげてください。それを受けて、なんてこった、そんなこともあり得るのかなって、不安になっている方がおられたら、その方にもやっぱりコメントで、いやいや、これの人言ってることむちゃくちゃだからそんな心配ないよっていう、そういったことを言ってあげたらいいかなと思いますね。といったところでしょうかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。このあたりちょっと皆さんからのコミュニティの話をした後でまた別のニュースの話もしようかなと思います。今回のロシア軍の動きっていうのは国際情勢も非常に大きな動きをもたらしていて、これまでの世界各国の動きがガラッて変わろうとしてるんですね。このあたりの話もしていこうかなと思っております。ポチポチ。一応今パパッと用意したニュースについて概要を1秒2秒で見せておりますが、こういった話をこの後していきますよというところですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。スーパーチャットありがとうございます。テイジンさん。もう相変わらず破格のお値段でありがとうございます。もう値段が大きすぎて名前を覚えてしまうっていうね、そういった形になっております。さて、それではコミュニティの書き込み見ていきましょう。まず今、コメントとしては評価順で並び替えを行いました。で、その一番上に出ているメインさんの書き込みをご紹介しましょう。こちら読み上げソフトを活用させていただきます。上川さんのウクライナのわかりやすい解説を気に入って拝聴しております。他のウクライナ情勢に関する動画も見ていて悲しくなることがあるのですが、他のチャンネルさんだと釣りがひどいタイトルやサムネイルが多くて失望します。特にネット大衆紙ブルーカラーさんは毎回サムネイルが煽ってて中身との温度差が激しくて苛立ちさえ覚えます。上川さんの動画は安心できて好きです。今後もこの調子でお願いします。それに対する皆さんからのコメントとして、ともさん、こたつねこさん、109とっくりさんからの、コメントも入っております。それではメインさん書き込みありがとうございます。ですね、ウクライナ情勢に関連する動画っていうのももちろん、たくさんの方が出されていて、その中には、
ちょっと、なんていうかな、行き過ぎた表現っていうのも、まあどうしても出てきちゃうんですよね。というのも、単純にサムネイルでとにかく、つかみは OK みたいなことをしないと見てくれないよっていうのが、この YouTube の動画を上げるときの How to として、もう浸透してしまってるんですね。だからここ最近だと、ウクライナ軍がこういったことをしましたよっていうニュースがあったら、それが、極端化されて、ロシア軍が全滅したであるとか、壊滅したであるとか、ちょっとそこまでは言い過ぎじゃでしょみたいな話になっちゃうんですよね。で、私の話っていうのもどちらかというとですね、よいしょ、ちょっと待ってね。じゃないの。よいしょ。まあ、結論としてはサムネイルに大体は書いてあるんですけれども、表現としては、その方向に向かいますよっていう結論がどちらかというと多くって、まあ人によっては、なんかもやもやする言い方だなって感じる方もおられると思います。ただし、そっちの方が現実的なんですよね。まあ例えば結論として、まあロシア軍の投機攻勢が失敗しましたよっていう話なんかも、まあはっきり言えば、事態がこうなりましたよっていうのが確定した後で私は言ってるので、見る人に言わせれば、いや、そんなの分かりきってるだろって言われてるようなことを改めて喋ってると。でも私のニュース解説っていうのは一体何かっていうと、分かるニュース解説なんですね。まあ、つまり、難しいことを難しいまま言って誰もよくわかんないみたいな話になったら、それ意味ないよねっていう、まあ、これが私の考え方なので、はっきり言ってこういう事態が起こってますよ。それをどうやってみんなに分かりやすく伝えようかなっていうところから、ある程度話を丸めてるんですよね。だから難しい言葉ばっかりバンバン並べ立てて、これがああなってそうなってこうなって、でも分かる人は誰もいなくてポカーンみたいな状況は避けたいというところから、どちらかというと、煽り文句的なものはなるべく避けるような説明なんかをしております。まあ、ただし私の言っていることっていうのは話を聞いていけば随分露骨に表現してるなって気づく方もまあ中にはいると思いますね。まあでも全然嘘は含まれてないと私は思ってますけどね。まあ例えば真実を話せば懲役15年サハリンへ強制連行っていうこのニュースなんかも実態としてはもっと苛烈なんですよね。行った先でどうなるかっていうのはまあなんていうかな、言ってしまえばちょっと悲惨な内容なのであまり言えないですよっていうのを含みを持たせた上で、皆さんどうぞ分かってくださいみたいな形で話をしてますしね。だからね、本当どう表現してどう伝えるかっていうのはまあちょっと難しいところなんですけれども、でも私自身はとにかく過剰に煽り立てるのはダメだと思ってるので、実際こうなるだろうという話を主に私はしているか、もしくは、私が取り上げる話っていうのは難しくって意味わからんっていうのはとにかく避けてますよっていうのが皆さんにとって分かりやすければそれで OK かなと思っております。なので専門家的なそういった専門知識がたくさんある人にしてみれば物足りない場面っていうのはどうしてもあると思います。でもそれはですね、むしろ、自分はもうこんなに分かってるんだと思ったら、もう私の動画を見て考えを整理する、プラスアルファ本当の専門家の意見を読み込むっていうような時間に当てるといいと思いますね。まあ今日だと、小泉先生の話を記事で取り上げましたけれども、いわゆる専門家と呼ばれるような人、ロシアの軍事史、もしくは軍事兵器、そうしたものについて非常に研究されている方もおられるし、ロシアの政治について調べてますよっていう専門家の方もおられると。そういった人の話を個別に聞くっていうのも、まあそれはありだと思いますね。まあなのでですね、このメイさんが言われているように、サムネイルが覆ってて中身との温度差が激しいって、感じた場合は、やはりそれはもうちょっと自分と合わないなって思ったら、それは別に見ないでもいいと思います。というのも、話題が変わったらちょうどぴったり来るっていう時あるんですよね。例えば今の私の話で言うと、
ウクライナ情勢について語るときに私の話っていうのがすんなり入ってきますよっていう方も、例えば私が全く別の話題をして、この後中国のチベット問題こうなってますよっていう話をしても、いやちょっと難しくてよくわかんないよっていうふうに思われたら、ちょっとこの話題は私避けようかなっていう形でまた別のチャンネルを見るとか、そういった具合にしていくつかのチャンネルを使い分けることも大事だと思いますね。というわけで、メイさん書き込みありがとうございます。ぜひとも私のチャンネルも、今後ともご覧ください。ウクライナ情勢の話がずっと続くっていうのは、それだけ多くの人が亡くなっているっていうことも意味するので、なるべくだったら戦争は終わってほしいものなんですが、現状だと、長期戦は避けられないだろうというふうに私は思っております。ドライジンさん、スーパーチャットありがとうございます。上川さんは分かりやすく誠実でいらっしゃるので安心です。ありがとうございます。特にですね、私が避けようとしていなくても避ける話っていうのは、YouTube だと独特の文化があって、他の人と違う話をすることによって目立ちますよ。目立つことによって再生数が伸びますよっていう、そういった活動をする気は私は基本的にありません。なんかここに来て初めてその話聞いたよみたいな話っていうのはどちらかというと少なくって、なるほど、あそこで聞きかじっていたけどこういうことだったのねっていわゆる部品、パーツになっているものを私の話を聞くことによって、それらが全部一体的に線でつながっていく、面になる。全体の知識っていうのは一つの集合体になるようなその手助けになれば、これが一番いいんじゃないかなと思ってますね。皆さんもニュースを聞いたり、いろんなところで話を聞いたりして、部分的な話は聞いているんだけど、それが頭の中で全部バラバラでひとまとまりになっていないなっていうことはあると思います。で、私の話はそれらを一つにまとめるような、そうした接着剤のような役目を、果たしてくれたらいいかなっていうところですよね。よいしょ。それでは次の書き込みご紹介しましょう。山下秀樹さん。よいしょ。ちょっとこれはガラッと変わるんですけれども。上川さんこんばんは。先週はパソコンの更新プログラムの関係で参加できなくてごめんなさい。ところで、最近地震などが頻発しています。上川さんはどのような防災グッズを用意されているでしょうか。参考のため教えてください。はい、というわけで山下さん、書き込みありがとうございます。ここ最近大きな地震は、やっぱり頻発しているっていうのはありますよね。地震それ自体は別にどんな時でも日本列島どこでもあるんですけれども、震度1とか震度2とか震度3ぐらいだったら日常的にいつも起こっていると。で、プラスアルファ、じゃあ地震が多いなって思うのは何かっていうと、やっぱり震度4クラス以上の回数っていうのが増えてくると、感覚的に最近大きな地震多いなって思うんですよね。で、実際そうなってます。で、これに関連して私はどちらかというとですね、以前からローリングストックって呼ばれるようなことを日常の中に取り入れてます。で、ローリングストックっていうのは何かっていうと、日常の生活の中でそうした地震なんかで物が手に入りにくくなった状態になった時に、そもそも備えておきましょうね。で、その備えっていうのを何か特別なことではなくて生活の中にも取り入れてしまいましょうっていうやり方です。で、実際に何をするかっていうと、例えば保存食っていうのがありますと。で、保存食を保存食としてずっと寝かせるんじゃなくって、もう日常の食事の中にある程度組み込んでおくと。で、古くなったものを食べます。そしたら新しいものを入れますっていうのが日常的な習慣になるじゃないですか。で、その入れ替えをするときに、保存分を間に挟んでおけば、例えば 10% を食べて 10% を新しく入れるってすれば、間には常に保存分があるっていう考え方で、少々物流が止まるようなことがあったとしても、もしくは何か大きな地震があって被災したとしても、家には大量の食べ物がありますよみたいなことがあると。
で、それ以外で私がしていることって言ったら、例えば、ガスが止まったら困るなって思っていることからカセットガスなんかを置いておくと。で、カセットガスもやっぱり日常的に使うものではないので、新しいものを、注文するときには古いものを使って、何かそのカセットガスで料理をして食べて使ってっていう風にして、保存するものと使うものっていうのは常にぐるぐる回すようにしておくとかね。そういったことをやってますね。こういう無理のない形で、物を貯めておいて、そして、いざとなった時はそれを使うっていうのは、非常にやりやすい形だと思いますね。で、あとは私、防災グッズとしては、家具が倒れて、それで怪我をしますよっていうのが本当に地震の時には非常に大きい怪我の原因なんですよね。例えば本棚が倒れてきて、その本棚の倒れてきた先に寝ていると当然のように押しつぶされますよねっていうのがなってしまうんですけれども、神戸の大震災の時なんかは、2階建てのうち1階が潰れて、その1階で潰れた人っていうのが亡くなるっていうことが多いことから、なるべくだったらそうした建物の構造上、なるべく強い場所、安全上が高い場所に寝ましょうであるとか、そういった知恵っていうのを一つずつ入れておくのも大事かなと思いますね。皆さんもぜひとも、いわゆる今までいろんな地震があって、その中でこうした方がいいよねっていうような話、その都度いっぱい出てきたので、その中から一つでも自分にとって無理のなく取り入れられるものっていうのを、実践するといいと思いますね。先ほども述べたように、倒れてくるような棚があるんだったら突っ張り棒で倒れにくくするであるとか、そもそもそうした倒れそうなものの近くで寝ないであるとか、そういったことを、日々の生活の中で無理なくやれば、安全上は非常に、いいことになるんじゃないかなと思っております。でもこれはあくまでも減災の考え方で、被害がゼロになるわけではないんですけれども、私たちができることっていうのは、そうしたもう最悪の事態に備えて、もう被害をゼロにするんだ、なんとしても、というよりは、おおむね80点ぐらいの評価点でもいいから、できることを一つずつやっておこうっていうのがいいと思いますね。さて、それではね、皆さんの確認を見ていきましょうか。LK さん、今年の冬の電気はやばいらしい。どうやってストックしたらいいんだっていうことですけれども、基本的に電気のストックは大変ですね。例えば、非常用電源としては最近のところ大容量バッテリーっていうのが、大容量のリチウムイオンバッテリーというのがあるんですけれども、これなんかでもそんな何日もっていうのは難しいですからね。例えば、キャンプをする人なんかだともう1日丸々持ちますよぐらいな大容量のリチウムイオンバッテリーをなんか買う方おられるんですけども、正直これを買うのはちょっと厳しいなと思いますよね。で、一番いいのは、電気をなるべく分散させることですよね。例えば停電になるよっていうのを考えるんだったら、それだったら今まではガスを全部やめていたけれども、ガスを取り入れようであるとかですね。例えば2炊に全部 IH を入れてしまうとどうしても停電だったら使えないですけれども、給湯もしくはガス、いわゆる炊事なんかについてはガスを取り入れたら、停電中でも2炊できるなとか、そういったことですよね。そういうのも非常に大事かと思います。お金がある人であれば、電気自動車を自分の家で使う大型バッテリーとして保有するっていうのも一つの手です。ただこれはちょっとね、お金持ちだなっていう話をしましたけれども、今日本の電気自動車っていうのはどうしてもまだまだ値段が高いので、例えば軽自動車の安いものであれば、40万とか50万で買えますけれども、新品の電気自動車買いましょうってなったら、200万じゃちょっと足りないぞぐらいな感じになっちゃいますからね。ただそういう風にしてお金がある程度あるのであれば、先ほども言ったように、電気自動車を自分の家のバッテリー代わりに保有しておくっていうのも一つの手ですよ。馬頭さん、東日本大震災後の直後に発電機買いました。そういう手もあると思いますね。はい。山下秀樹さん、ありがとうございました。ありがとうございました。スーパーチャットありがとうございます。
で、発電機について言っても、今 ZBV さんが書いているようにカセットコンロの発電機っていうパターンもありますね。いわゆるガソリンを使った発電機であるとかっていうのもあるんですけれども、そうじゃなくてカセットガスであれば、普段取り扱いがしやすいんですよね。どうしても液体燃料っていうのは、まあどうしても腐ってしまうのでね、使わないと。農家の方だと発電機っていうのは日常的に使うものだから、まあガソリンなんかも軽自動車で、まあガソリンスタンド行って、タンクに入れてっていうような形で持ってたりするんですけど、まあほとんどの家はそうではないので、まあどちらかというとカセットガスで使える。まあホンダのカセットガス発電機なんかも結構評判良かったような気がしますからね。うん。キャンプ生活を体験しましょう。そうですね。キャンプ生活を体験すると、いわゆる電源を持ってこないでどうやって、その日過ごすかっていうのを、まあ一つの訓練になりますね。まあしかも最近だとキャンプ生活、まあキャンプ生活まではいかなくても、キャンプ一泊であるとか、キャンプ半日みたいな形で、電気から少しでも離れてっていう、まあそうしたことはありますからね。まあこれが一つ人気になっているので、これはありでしょう。一回やってみるのも。ひなののさん、太陽光発電パネルを設置するとかってありますけど、まあこれもですね、太陽光発電パネルを設置するときに、自分の家で発電したものを使えるようにちゃんと設定はしておかないとダメですよ。これは、すべての電気を売りますっていう仕様にしてしまうと、まあ最近だとそんなことはないと思うんですけど、以前だとそういう仕様にしてしまって、もうとにかく売れ売れっていうふうなこともあったんです。最近だと自家発電、そして自家消費っていう形で、外から買う電気をとにかく少なくしようっていう、そうした形で太陽光発電パネルを設置する家もありますからね。だから買うお金ゼロ、もう発電したもので自分家は全部やりくりしますっていう、まあそういったエコの形もありますね。まあちょっとこちらも新築住宅向けだとは思うんですけれども、そういうのを最初から考えておくっていうのも一つの手ですね。まあただしこの場合だと落とし穴としては、家を建てるときに太陽光パネルをつけましょうっていう話は、まあそれなりに OK なんですけれども、10年経ちました、20年経ちましたってなると、まあそろそろ変えた方がいいですねってなった時に、足場を組むのにやたらとお金がかかるっていうような、まあそんなところもちょっと痛い話として出てくるんですよね。まあコンディショナー、まあコントロールパネルのところのその部品、まあこういったものについてもまあ大体10年ぐらいしたら変えた方がいいよねとか、まあそういったところにお金がかかるよって話はどうしても設置するときにはあんまり言われないんですよね。10年経って20年経った時に変えようってなった時に、こんなにお金かかるのっていうの結構出てきますからね。そのあたりについて、ある程度事前に調べた上で、まあちょっとやるのがいいかなと思いますね。まあといったわけで、まあ最近だと地震っていうのも、やっぱり意識しないとね、忘れた頃に大きな地震が来るっていうことは、まあこれまたよく言われることでもあるので、誰かが、最近こういった地震多いからみんな気をつけてねって言ってるのを見たら、どうだろうかなって自分の見直しするっていうのを良い機会にするというのに、まあいいんじゃないかなと思いますね。野山ととさんの書き込みありがとうございます。上川さん、皆様、こんばんは。大きな問題が山盛り状態でニュースを見ても感覚麻痺が始まっているような気がして怖いなぁと最近感じています。野山ととさん書き込みありがとうございます。大きな問題が山盛り状態で。確かにその通りですね。で、ニュースを見ても感覚麻痺が始まっているような気がして怖いな。確かにそうですね。本当にいろんなニュースがたくさん出てきているので、本当に平和な時のもうこんなニュース別に取り上げなくてもいいじゃない。まあ例えば、
夕方のニュースなんだけど、その冒頭には芸能ニュースで誰々が不倫しましたみたいなやつがもう最初冒頭15分ぐらいずーっとやってるような時に比べると、今はどうやっても最初のニュースでこれだけの多くの人が亡くなりましたっていうのを証言で話を聞いたり映像で出てきたり、なんだったら最近のニュースだと、この後の映像には遺体が、映っておりますので、まあご注意してください。まあ視聴に際しては、ご留意くださいっていうような一文が入るようなニュースも非常に多くなってますからね。で、こういった情報がいっぱい出てくるっていう時にはどうしても気をつけなければならないのは、思った以上に自分の心が疲弊するっていうことがあるので、ちょっと気分的にもうちょっと鬱に近づいているかもって少しでも思い当たるところがあったら、チャンネルを変えるっていうのも一つの手です。まあ、特に映像の力は強いので、見慣れていない人がたとえですね、ぼかしがかかっていたとしても、この画面にはこのぼかしが3箇所ぐらいついているから3人ぐらいの方が亡くなられているんだなっていうのを見て、やっぱりそれが少しずつ自分の心の中で消化しきれなくなって、自分の気持ちが落ち込んでしまうということがあると思います。で、これを麻痺するっていうんですけれども、麻痺した状態でそれを見続けて、精神状態が悪化するということもあるので、気分がどんどんと落ち込んでるなと思ったら少しチャンネルを変えて、今日一日ニュースを見ないぐらいな形で、自分の心の回復を優先するのも大事なことだと思います。おもちパンダさんの書き込み。最近思うことがあります。洋食の付け合わせについているパセリ、美味しくなったと思いませんか？なかなかぶっこんできましたね、おもちパンダさん。洋食の付け合わせについているパセリ、私実はですね、食べてません。あれはなんていうかな、もうそういうもんだと思っているので、もうパクッと食べないんですよね。で、そういった私なので、美味しくなったか美味しくなってないのかちょっと確認できないんですが、それに対するソウンキョンさんの答えっていうのが、こっちの方が実は真実かもしれないなと思うものです。ソウンキョンさんのコメント。昔よりパセリが品種改良により美味しいとは思いますが、単に味覚が大人になったためにそう感じるのかもしれません。っていうふうに書いてあって、確かに前半部分、品種改良によって美味しくなったんじゃないのっていうの、これは絶対あると思うんですけれども、同時に後半部分、味覚が変化したんじゃないのっていうのは、これもあるなーって思いますね。で、一般的な話として子供の時は苦味については基本的にこれは絶対に毒物っていうのが頭に浮かぶんですね。ただ感覚的に毒物っていうのが思い浮かぶわけじゃなくて、生理的に受け付けないですよっていう状態なんですよね。そのために子供の頃の食べ物としては、こうした味覚としては、これは体に良くないものっぽく思うからやめとこうっていう風な感じになるんですけれども、大人になってくるとこれが感覚ではなくて自分の知識として、少々の苦味のものでも全然問題なく食べれるよっていうのが頭に入ってくるので、全く問題なく食べられますっていう、こういった具合にして、感覚から知識の変更によって、もう食べられるようになりますよ。で、味覚的に言っても、苦いんだけど問題ないんだから食べようっていうふうにして普通に食べられるようになるっていう話がありますよね。なのでこれは本当にソウンキョウさんの書いている通り、品種改良でそもそも美味しくなったプラスアルファ味覚が大人になることによって変化してるよっていう、この二段構えで食べられるようになった。まさにそうだと思いますね。この自分の年齢が変わることによって、昔は例えば量が多かったなと思ったものが大人になって食べた少なくなったなって思うとか、もしくは味が以前だと全然食べられなかったんだけど大人になったら食べられるようになったなとか、そういったものがどうしても自分の体側の問題として変わるっていうのはありますよね。よいしょ。ちょっと話はそれるんですけれども、例えばウインナーソーセージっていうのがあるんですけれど、あと何々のハンバーグと呼ばれるようなものっていうのは昔から売ってるんですよね。ウインナー赤い皮のものであるとか、そういった
私たち日本人の肌色に近いような色の、ウインナーとか昔からあるんですけれども、なんか最近量が少なくなってきたよなっていうようなツイッターの書き込みをした人がいて、それをメーカーの人が見て何て言ったかっていうと、実際に量が減っているものはあるんですけれども、うちのハンバーグについてはずっともう発売以来量は変わっていませんよなんていうことを、そういうふうに返される方もおられるんですよね。これは単純に子供の頃は、なんかもうこれさえ食べればお腹いっぱいだったものが大人になって同じものを食べたら量少なくなったなっていう、なんかそこら辺ですよね。これも自分の側が変わったっていうような話で、そういうこともありますと。さて次行きましょう。TK さんの書き込みをご紹介します。韓国のユン・ソギョル次期大統領の奥さんの疑惑を知りたいです。投資側面からですが、金融業界は、日本関連は収益や利回りに魅力がないとの認識が大勢を占めていますよね。悲しいことなんですが、この基調は半世紀ぐらいは続くんですかね。どう思われますか？上川さんおすすめの投資国、セクターがあれば、こっそり教えていただきたいです。というわけで TK さんありがとうございます。ここ最近ウクライナの話ばっかりしてるので、韓国の話もしてよっていうことなんだと思うんですけれども、ただしですね、私の韓国ネタっていうのは何をメインにして話をしているかっていうと、主には韓国の政治、韓国の外交、韓国の軍事、韓国の政策といったところから、韓国の政策これがおかしいよであるとか、韓国の政治こんなことをやってるから日本にこんな迷惑がかかってますよとかいう話がメインであって、あまり韓国国内でこんなゴシップネタありますよっていうのは、紹介はしてないんですよね。で、韓国のユン・ソギョル次期大統領の奥さんの疑惑についてなんですけれども、こちら韓国の大統領選の時にこの韓国の、次の、ファーストレディになるこの人物っていうのが例えば、学歴詐称であるとか、もしくは職歴詐称、もしくは、整形疑惑とか、このあたりのついての話とか、いっぱい出てたんですけれども、正直私のチャンネルでは取り扱うようなネタではないかなと思っていて、逆に言うと YouTube にはこうした週刊誌ネタ的なものを積極的に取り上げている方、おられるので、ぜひとも TK さんもそうした専門チャンネルの方を、見てくれたらなと思いますね。どっちかっていうと私は韓国の政策これがおかしい的な話とかも多いので、あんまり個人のそうしたゴシップネタは取り扱ってないですからね、どうしても。ということなので、この部分についてはぜひとも他のチャンネルをご参照ください。で、2つ目の話、投資の側面から。日本関連の株っていうのは収益や利回りに魅力がないとの認識が大勢を占めていますっていう話なんですけど、これは確かにそうですね。で、この基調は半世紀ぐらいは続くんですかねっていうことなんですが、まず第一に日本関連の株式投資が難しい理由は何と言っても、日本の企業っていうのがどうしても内向きになっていて、いわゆる世界的なシェアを取っている企業っていうのがどうしても目立たない業界になっているっていうのが一つ大きな問題です。もちろん日本企業の中には世界市場の中でものすごい活躍している会社っていうのもたくさんあって、ただしそれらがですね、完成品を作るというよりは、どちらかというと部品のレベルでどうしても世界シェアナンバーワンみたいな形で、収まっているものが多いんですよね。で、それが何が問題かっていうと、なかなか注目が集まらない。そのために株価が右肩上がりでずっと伸びていくっていうことがないので、株価が高値止まりしてるんだけど、でもそれ以上なかなか上がらないなってなると、どうしても投資する時の先としては、株価あんまり変わらないんだったらあんまり買わなくてもいいんじゃないって話につながってきちゃうんですよね。だからこそ日本株への投資は難易度マックスだと言われています。自分の目利きがずっと、絶好調っていうのが前提にないとなかなか日本株ばっかりを買うのは難しいというところですよね。
まあそうした意味で今の日本国内における金融市場としては、米国株のなるべくだったら全体市場を買いましょうっていうのが一つのセオリーになっています。で、なんでそういう風になってるかっていうと、アメリカの企業でトップっていうのは基本的にはアメリカ国内市場だけじゃなくって、ほとんどが世界市場の中でシェアを取ってますよ。世界市場で大きなシェアを占めているから売上についてもまだまだ高い水準を維持することができるから株価についていってもこれからもまあガンガン強気でいけるんじゃないかなっていうところからアメリカの全体市場を買いましょう。だからインデックスファンドを買いましょうっていう話がまあどうしても多くなっているわけです。で、じゃあ私の場合おすすめの投資国セクターがあればこっそり教えていただきたいということですけれども、まあ私はどっちかっていうとガチガチに課題を取るので、例えばですね、リートっていうのがあるんですね。不動産投資信託と呼ばれるようなもので。で、日本国内においてもですね、こうした不動産投資したら、金持ちになりますよみたいな講座とか、情報商材たくさんあるんですけれども、不動産投資信託っていうのはそういう個別の話ではなくて、まあ、例えばですね、物流拠点いっぱい持っておいて、その物流拠点で上がった収益を、みんなに配りますよみたいな形で、まあ、分散投資するみたいな形のが、リートと呼ばれるようなもので、どっちかっていうと硬いんですよね。値上がりは大してしないんだけれども、収益配分はそれなりにあるんで、少なくとも預金、現金をどこかに持っておくよりも絶対そっちの方が利率いいよね、みたいなものの方が、まあ私はちょっと多いかなと思いますね。で、どこかの国っていうのも結局のところですね、集中投資すると失敗した時痛いので、例えば全世界株式、投資インデックスファンドみたいなものの方が結局のところ、まあ長く持っておくんだったらいいんじゃないっていうふうに思ってますね。なので TK さんが求めるいわゆる短期的に上がるものを目指そうってなったら、まあどうしても勝負をかけることになるので結構リスクあるなっていうふうに思いますね。例えば新興国企業ファンドっていうのがあるんですけれども、これは例えば人口的に言えば若い人がたくさんいて、企業についてもこれからどんどんと発展するだろうな的なところから、まあ例えばインドネシアであるとか、インドであるとか、ベトナム、まあ以前であればブリックスと呼ばれるようなブラジルとか南アフリカとかも含むんで、様々な国に投資するっていうパターンあるんですけれども、まあ難しいですよね、はっきり言って。結局のところアメリカの欧米の企業が世界的なシェアをがっつり取っている関係で、まあそれら発展は確かにしているんだけど株価につながるかっていうとあんまりつながってないよみたいなこともあるんで、まあ結局のところ専門的に見る人はもう今の時期は買いだ、今の時期は売りだみたいな形で、まあそういう機動的に動けるんですけど、初心者的に言うとやっぱりそこまでやらんでもっていうところですよね。まああんまり投資に時間をかけると自分の生活も削るのでね、そこまでのめり込まない方がいいんじゃないとかね、私は思いますね。まあこれに TK さんに対するコメントでおもちパンダさん書かれておりますが、韓国人の名前を覚えられません。ペンとかパンとかユンとかブンとかキムに至っては同じ名前が並んでチンプンカンプンですっていう。まあ本当ね、韓国では名字がとにかく少ないっていう話があって、おもちパンダさんは書いてないですけど、まあキムさんも多いですよね。まあどうしてもやっぱり自分たちの感覚から言うと、どうしてもね、覚えられない仕方ないと思います。まあ覚える必要もないですしね、正直言って。例えばムン・ジェイン大統領について言っても、私は政治的な話をしなければいけないから、まあどうしても覚えてますけれども、一般的な話として言えば、韓国の大統領って言えばいいんですよ、別に。名前じゃなくって。ものすごく総称ですけどね、本当に。つい一つ前の韓国の大統領って言われる別にムン大統領って覚える必要はないんですよ。
まあそれだと結局政治的な話は難しいからっていうことで、どうしても覚えるんですけれども、一般的に言えば、何代前の大統領はひどかったねとかそういう話で別にいいんですよ。大体歴代の大統領っていうのは、そもそもとして、反日教育っていうのをみんなにしているから、そのために韓国政治っていうのは常に反日を基本にしていますよ。反日を基本にしているから、野党でも与党でもどっちの政党が政権を取ったとしても、結局のところ最後は反日政策に持ち込んじゃうんだねっていう、この話っていうのは基本の部分なので、あんまり、なんていうかな、変わらないんですよね、どうしても。今の大統領はそれを変えようとは言ってるんですけど、どこまでできるもんかなっていうところですよね。結局のところ言うのは簡単なんですけど、実際にやるのはまた別の話なので、どんなに日韓関係を改善しますという話をしたとしても、じゃあ何をするのっていう部分がちゃんとできないんであれば、そこは全然評価できなくなっちゃうし、で、国内において支持率が下がった時に結局反日政策に出るんじゃないのっていう、この疑問に対してもやっぱりどう行動するかを見せてくれないことには、こちら日本側の信頼を勝ち取ることはほぼ不可能ですっていう話ですね。次はともさんの書き込みいきましょう。それでは読み上げソフトの出番です。小室圭氏がお受験に失敗したらしいです。私は一つも壊さないために結婚には反対でした。しかし決まった以上は一つしか壊さないために何も言わないことに決めました。実際この件は私は皇室のためを思うといても立ってもおられないかのようなふりをした左翼が紛れ込んで皇室へのネガティブイメージを醸成する工作を働くのに最適な話題でした。現在皇位継承順位第1位と第2位の秋篠宮家に対する出所不明の嫌な気分になる噂話のルフなどです。先日の悠仁親王殿下のご進学を報じる動画のコメント欄には、そんな思惑に気づきもせずに煽られるままに載せられた自分のことを保守と称する頭の悪い子たちからの中、傷コメントで溢れていました。この雰囲気が地下水のように国民の心理に存在し続けたとき、いずれやってくる次回の皇位継承の際、一悶着ないかと心配します。ですから、次々に報じられる小室氏の話に面白おかしく反応するべきではないと思うのです。皇室への尊崇の念は、皇室の方々が優れた方々だからではなく、突き詰めれば、一に血統のみによるものです。その上で毎日毎日国民の安寧を祈り、かつ優れた方々であろうと努力なさっているものと信じます。愚かな人間に従うつもりはないと危機として書き込んでいた保守ごっこの若い子たちには違うよと言いたいのです。というわけで、ともさんの書き込みでございました。で、私のチャンネルではですね、こうしたいくらでも遡ってもらってもいいんですけれども、基本的に、小室圭さんの話についての動画、確か1本も作ってないんじゃないかなと思います。さすがに自分も自分の記憶の中で忘れてるだけで1本ぐらい動画作ったかもしれないんですけれども、少なくとも作ってはないと思います。で、小室圭さんの話について逆に言うとですね、ひたすらこの動画を作り続けている方っていうのも、真逆の立ち位置には存在するんですよね。で、私の考え方から先に言いますけれども、この問題を話す前に、結局のところ一番大事なのは、皇統の維持っていうのを考えたら、旧宮家の人たちをいかにして皇籍復帰してもらって、皇位継承権のある男系男子の方は2人目、3人目、4人目、5人目をいかにして、生まれてくる環境を作るかっていうのが一番大事なところなんですよね。で、それは結局のところ、人間性がいいか悪いかっていう話とは全く違って、この男系男子っていうこの血統におけるいわゆる下支えがあった状態で、さあ次の皇位継承権は誰が継いでいくのかなっていう、それによって皇室っていうのが守られるっていうか継続されるっていうことが、結局のところ日本の文明を維持していく上で私は大事だと思っています。で、日本の文明が続いていく上で大事だっていうのは何の話かっていうと、
人類っていうのはこの後1000年、2000年、3000年、4000年、5000年って続いていくことを考えたら、いずれ日本っていうのは別に日本の土地だけ、つまり地球上だけで、終わるとは私は思っていないので、最終的には宇宙に行く人たちもたくさん出てくるだろうと考えています。で、そういうふうなことになった場合、どうしてもですね、土地を概念とした日本文明っていうものがふわふわとしてくるんですよね、どうしても。で、そうした時に、やはり心の一つの根本的な部分に日本っていう文明のその基礎の部分として、やっぱり、こうした天皇家の存在っていうのがあって、私たちの文明っていうのは、いわゆる西暦とはまた別に後期何年っていう考え方をもとにして、日本文明っていうのは非常に長い間継続的に続いているんですよ。私たち日本人っていうそうした概念を持ち続けるその拠り所として、やっぱり男系男子っていう今の形態っていうのをいかにして続けていくかっていうのが大事なんじゃないかなと思っています。その頃になったらもうスペースノイドの考え方の方が主流になっているから、そうした一つ一つの国の文明がどう成り立っているかなんて考えなくていいですよっていう風になっているかもしれません。で、そうなっているんであれば、自然となくなっていくんでしょうけど、少なくとも現在の延長線上だとはそうはなかなか考えられないので、私は今の皇室を維持していくためには、男系男子の人たちが今の皇室の外にもいるので、この旧宮家の人たちにいかにして復帰してもらうかっていうその政治的な話をメインにすべきだと思っています。で、それに関連して今、皇族じゃなくなった人たちの話がメインになって、今の皇室に対する批判的な話をとにかく動画で作りまくってやるぜみたいなことになってるっていうのはおかしなことが起こっているなっていうふうには私は思っています。でもね、逆に言うとその話題についてものすごく大量に見てる人たちがいて、支持してる人がいるんですよね。それもちょっと不気味だなって思いますね。皆さんはこれをどう思われるでしょうか。よいしょ。本当人の考え方っていうのはそれぞれ違うもんですけれども。ねえ。もう毎日のように動画上げる神経ってのはちょっと怖いなと思うんですけどね。さて次行きましょう。兵庫加古さん。フランスの大統領選、マクロンとルペン、グローバルと反グローバル。上川さんのお考えはどうでしょうかということですね。よいしょ。まずは、大統領選挙っていう話をすると、アメリカか韓国かみたいな話がメインになりがちなんですけれども、ここに来てフランスの大統領選挙について注目される方が、それなりに増えたんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、基本的に今、ウクライナ情勢関連で EU もしくは NATO の連帯がどうなるかっていうのが一つ注目されているわけです。で、その中においてフランスの大統領がこれから決選投票です。決選投票っていうことは、今までマクロン大統領だったものが変わるかもねっていうところから、変わったらどうなるんだろうっていう、そういった話題になるわけです。で、それぞれマクロンとルペン氏、この2人のその政策の違いから、このグローバルか反グローバリストかっていう、そうした観点での捉え方をされる方もおられるので、これについてどう思うかっていう話も出てくるわけですね。というわけで、私はこのチャンネルの中でフランス大統領選挙について触れたことが一度もないので、まずは、基礎知識としてこの大統領選挙、どんな話になっているか少しご紹介しましょう。こちらは JETRO 日本貿易振興機構の出している記事。大統領選で経営者団体はマクロン氏を支持、ルペン氏を警戒というニュースが流れております。で、この記事の中で、ルペン氏の選挙公約について触れているので、このあたりを読むのがいいのかなと思いまして、こちらご用意しました。では、ルペン氏の選挙公約とその後のどんな風なことを考えているかっていうこのちょっと3段落についてご紹介しようと思います。ルペン氏の選挙公約、
公表資料外部サイトへ新しいウィンドウで開きますには、移民の受け入れ削減と脱税、不正受給の摘発強化によって捻出される資金、全社160億ユーロ、後社150億ユーロを主な財源にガソリン、ガス、電力などのエネルギーにかかる付加価値税の軽減や100億ユーロの企業減税などが盛り込まれている。ルペン氏は物価高騰を背景に国民の関心が高い家計支援を優先政策と捉え、エネルギー製品にかかる付加価値税の 20% から 5.5% への引き下げとともに、高速道路の国営化による高速料金の 15% 引き下げ、公共放送の民営化を通じた受信料廃止のほか、法定最低賃金の3倍を上限に給与 10% 引き上げる企業に対し、賃金上昇分にかかる社会保険料を免除する賃上げ促進措置の導入を盛り込んだ。公約のもう一つの柱となる移民政策については、国民投票による憲法改正を通じて移民・難民の受け入れに厳しい制限を課すと同時に、社会保護、プロテクションソーシャル制度の適用を原則としてフランス人に限定し、雇用や公営住宅への入居などもフランス人を優先する政策の実施を公約した。というわけで、こちらの記事をご紹介したんですけれども、おそらくはですね、日本国内における報道としては、現在のルペン氏の政策よりも、以前の言っていた政策のそのイメージの方が圧倒的に強く伝わっていることがあります。以前の政策っていうのはどういうものかっていうと、例えばもう EU なんか出ちまえばいいじゃないかっていうような話とかですね。移民についてはもう全員もう一切合切許さんぞっていうような形で、それを実現するために EU の中にいたんじゃダメじゃんっていう話なんかもしていました。でも現在のところそうした政策っていうのはどちらかというと後退していて、何を言ってるかっていうと、移民についての政策はこれからもある程度するんだけれども、それがメインじゃないですよと。じゃあ何をメインとした政策ですかってなったら、国民の皆さんのためにこんな政策をして、皆さんの生活を少しでも暮らしやすいものに変えますよっていう政策を、一番最初に出してきてます。つまりですね、この話っていうのは今まではもう反 EU の気分、もう移民バンガン入れて私たちの国がもう大変なことになってるから EU なんかぶつぶせ的なところを言っていたんだけど、そうした政策っていうのは激しすぎてついてくる人が結局のところ全国民運動にならないっていうことから、ある程度そこは引っ込めた上で、国民みんなの問題である経済政策をまずメインにしようっていう、どちらかというと穏健になったんですよね。で、これでマクロン大統領に対しては、例えば今ロシアに対する制裁をガンガンやってるけれども、ロシアに対する制裁をたくさんすればするほど、それに伴ってエネルギー価格は上がる。エネルギー価格が上がるっていうことは、みんなが生活する上で物流コストが上がるんだから物の値段上がるでしょ。エネルギー価格上がるっていうことは電気代上がるんでしょとかいう話になるから、そうじゃないよっていうのを、ルペン氏は訴えている。いわゆるフランスファーストって今、書かれている方はいますけど、まさにそうですね。自国が一番いい政策っていうのは結局のところ、海外との関係を今までのようなものとは変えますって話ですよね。マクロン大統領が進めている対ロシア制裁っていうのを、こちらの方は引っ込めて、それによって、例えばロシアの天然ガスが安いんだったらもう買えばいいじゃんぐらいのことを心の中で思ってるんじゃないかなっていうふうに指摘されていますね。で、あと、ここの中でちょっと紹介してないですけれども、EU からの離脱は引っ込めたんですけど、その代わりに言っているのが NATO からの軍事的な部分としての離脱っていうのを言っています。で、これはなぜかっていうと、今、NATO っていうのが結局のところどんどんと加盟国が増えることによって、ロシア側との国境線が長くなって、そして、直接的な戦闘になるかもしれないという危機があるわけですね。ただしこれは安全保障の問題なので、そこの中から出てしまえば、たとえどこかの NATO 加盟国とロシアが戦闘状態になったとしても、もう NATO から抜けましたよっていち早く言っていれば自分は関係ないんだっていう、そうしたことが言えるじゃないかと。で、特にフランスの場合は、
周りの国々はほとんどが NATO 加盟国なので、しかもロシアとは直接的に両国が接していないので、もう NATO から抜けてしまえば、ロシアと直接戦闘する危険性というのがほぼないじゃないかっていうのがルペンさんの言い分だというところですね。で、国民的に言うと、フランスの人たちにしてみれば、このままロシア制裁っていうのが進んでしまうと自分たちの生活が苦しくなるんだったら嫌だなって思ってる人たちにとっては、やっぱりルペンさんの方になってもらえれば、対ロシア制裁がどっちかっていうとなくなって、ロシアから安い天然ガス買えるんだったら、それで助かるんだったら嬉しいなっていうような人たちに、結局のところ支持を集める形になると。で、この話を理解するために大事なのは、どこの国でもそうなんですけれども、まず第一に大事にされる政策っていうのは、なんといっても、みんなの生活どうするの問題なんですよね。日本であれば景気が悪くなれば景気対策をしましょうであったりとか、福祉政策どうするのであったりとか、そういった話っていうのがやっぱり優先順位は高いんですよね。安全保障よりも。例えば日本の国内事情としても、中国の危険性をみんなももっと考えようっていう話をしても、そのしたところに票は集まらないと。高齢者施設にもっとお金を回しますっていう議員の方がやっぱり票が集まりますよっていうこともあるので、結局日本でも別にそんな大して違いがないんですよね。フランスにおいてもやっぱり国内政策の方を一番にメインに打ち出している方をやっぱり多くの人たちが支持するっていう現象として、ルペンさんが出てきているというところなので、正直言ってグローバリストか反グローバリストじゃっていうような話っていうのは、政治オタクの間では問題視されるんですけれども、国民が投票する段階においては絶対数としては圧倒的に少数派の話です。これは私たち日本人がどこに票を入れますかってなった時に優先順位は国内経済ですよっていう話は1番になる。その後福祉政策どうなりますかっていうのが2番目か3番目に来る。そんな感じで安全保障は5番目とか6番目みたいになって、その下に憲法改正が来るみたいな、そんな話と似ている部分があります。なのでグローバリストかグローバリストじゃないかっていう部分で見てしまうと、おそらくは間違ってしまうんじゃないかなと私は思いますね。で、なんでそのようにしてフランスの人たちが考えるかっていうのをちょっと紐解いていく必要があるんですけれども、マクロン大統領もそうなんですけども、歴代のフランス政権というのは基本的には自国の国の核としてはですね、決してアメリカに負けていないっていう精神が根強くあります。いわゆる反米意識と呼ばれるものなんですけれども、これはですね、中国やイランに見られるような本当の対決する反米意識ではなくって、歴史のある古豪であるフランスっていうのは、歴史の浅いアメリカが主導する世界においては気に食わないよっていうそのぐらいの意味合いの反米意識だと思ってください。例えばイギリスやフランスに比べるとアメリカっていう国が建国されたのは非常に最近の話なんですよね。イギリスやフランスにしてみれば、かつては入植地だったところの北米大陸から、アメリカっていう巨大な国ができたと。もうこんな若造画的な部分があると。そのためにフランスにおいてはフランス語、フランス文化っていうのを非常に、大事にしていて、そうした意味で、アメリカの人たち英語圏っていうのを、非常にちょっとねっていう思いがあるんですよね。で、それが最近で現れているのがプーチン大統領とフランスの関係です。フランス国内においてはプーチン大統領がウクライナに本格侵攻はしないだろうっていう分析を出していました。で、この背景にあるのが、逆に言えばアメリカの方は早めの方からロシアはもうウクライナに侵攻する兆しがあり、非常に危険な状態だっていうのも早々ともうずっと言ってたんですね。で、これに同調するような形っていうのはフランス人としてはちょっとな、アメリカに言うこと聞くのっていうようなところもあって、しかもフランス国内の情報機関も同じように、アメリカはこう言っていますが、
ロシアはおそらくは攻撃しないでしょう。これは軍事的な圧力を加えることによってゼレンスキー政権の動揺を誘うものに過ぎないはずです。というような報告書をマクロン大統領に挙げていたと。マクロン大統領はその報告書に基づいたし、また本人もそう思っていたんでしょう。本格的な侵攻が始まる前には、プーチン大統領と何度も連日のように電話会談を行って、今日は1時間話した、今日は2時間話した、今週は最長では5時間話した、なんていうようなことが連日のように続いていて、その中で、アメリカは侵攻すると言っているが、フランスとしてはそんな風には思っていない。プーチン大統領、あなたもそのように思いますよね。侵攻するようなことはやめてくださいねって話を延々としていたわけです。じゃあ実際どうなったかっていうと、本格的な侵攻が始まりました。その段階でマクロン大統領の顔にはもうドカーンとほっぺたをもうひっぺたがれる感じで、おい、これどうなってんだよっていう話になったわけです。マクロン大統領はこれによってですね、情報機関のトップを更迭しました。アメリカの分析の方がはるかに正しかったじゃないかっていうことになって、結局フランスの情報機関のこの分析っていうのが誤りだったっていう、その責任追及をしたわけですね。で、じゃあどうなったかっていうと、本格的に侵攻が始まって、フランスのメンツ丸つぶれ。さあ、こんなのに、ロシアを支持するわけにはいかないんだから、さあ、みんな EU の皆さん、これは対ロシア制裁かけましょうねっていう話になったわけです。さあ、ここまでは外交の話なわけですが、フランス国民がこれを受けてどう考えたかです。対ロシア制裁をかけるということはエネルギー価格が上がりますよ。穀物価格が上がりますよ。物流コストが上がるんだからありとあらゆるものの値段が上がりますよ。もうマクロン大統領は国際政治の上でいい格好しようとしてフランス国民の生活を顧みていないっていう批判が出てきたわけです。そこに出てきたのがルペン氏の、国内をみんな大事にしましょうね。フランスファーストですっていう政策から様々なものを減税しましょう。国民の打撃を最小限にしましょうっていうところからさあ大統領選挙において非常に接戦になったというわけです。この中の話においてグローバルか反グローバルかっていう視点は非常に小さいということがお分かりになったかなと思います。もちろん全く無視できる話ではないんですけれども、ただし、メインの話ではないっていうことはご理解できるんじゃないかなとは思いますね。結局のところ話っていうのは複雑系であって、単純にグローバルと反グローバルだけで説明するっていうのは分かりやすくはあるんですけれども、おそらくは全体状況から言うと要素的には10% とかそのぐらいな感じで、残りの 90% ぐらいの説明をしない限りはなかなか全体を理解することはできないんじゃないかなと思いますね。生放送なんでベラベラといっぱい話してますけれども、動画にしようと思ったら結局私もかなりの部分ちょん切らないといけないので、今の話は分かりやすい話ではなく、なるべく全体構造を理解できるお話かなというふうに思いますね。ダブルシュナウザーさん、スーパーチャットありがとうございます。フランスが抜けたらドイツが盟主になるのかっていうところですね。こちらははっきり言えばそうなると思いますね。ならざるを得ないと言った方がいいでしょうか。だからといって今ドイツのシュルツ首相が国際政治上においてすごい力を発揮しているかというとそうではないので、EU にとっての盟主不在みたいな非常に混沌とした状況になる可能性ありますよね。というのもルペンさんは何が問題視されているかっていうと、マクロン大統領と違って結局のところ親ロシア派になってしまうことが懸念されているわけです。先ほども言ったようにマクロン大統領が対ロシア制裁をかけているから国民生活が困っているんだっていうその裏返しっていうのは、対ロシア制裁をあまりしないことによってむしろロシアとの関係を良好を保つことによって資源もこれまで通り安く買おうという話をしているので、どうしてもそうなっちゃうんですよね。で、そうなると EU 内における対ロシア制裁のほころびとしてフランスが大きな穴になってしまうので、これは結束が乱れるっていうことが言われています。こうなった時にドイツが対ロシア制裁をどんどんと引っ張るかっていうと、正直言って心もとなさ 100% ですよね。
これまでメルケル首相が引いてきた路線の中で、どちらかというと親ロシア国家としてずっと、資金供給をしていた国なので、今更そうはならんでしょうっていうところから、これ結構厳しいところですよね。というわけで、評価過去3書き込みありがとうございます。フランスの大統領選挙っていうのは今後における EU、そして NATO、どちらについて言っても非常に大きな変更が起こりうる話です。ルペンさんの方になれば EU の結束っていうのは乱れるし、NATO からも軍事部門としては撤退する可能性があります。そうなれば対ロシア制裁っていうのは少し大きな穴が開いてしまうので、現在でも中国、インドっていう、巨大な穴がある状態で、さらに EU も崩れてしまうとなると、今後かなり厳しい状況になるなっていうところでございますね。よいしょ。皆さんからの書き込みいろいろ入っているところでございますね。何にしても国内政治を第一にしようっていうところからルペンさんは、人気になっているので、反グローバルかグローバルっていうところで、話題になっているとはちょっと違うかなと思っております。皆さん、良いストレス解消していますかっていうことなので、こちらの方、戦争っていうのが、いつも冒頭のトップニュースに出てきてしまうので、ストレスを抱えている方はいかにして自分のストレスを解消するかっていうのを、これはお金をかけてもいい話ですよね。おもちパンダさんはアシスト自転車買った。めちゃくちゃ快適ですっていうところで、おそらくこれは普段の生活の中でアシストじゃない自転車で移動していたっていうのがやっぱり、これなんとかならないのっていう、いわゆる問題を解決したってやつですよね。シューマッハさん。自分は週末の上川さんライブが安らく時間ですね。ありがとうございます。私の話を聞いて、ストレスが解消されるかどうかちょっと、わからないんですけれども、いつもする、行動として、例えば、ライブを聞きに来るよというのがもう自分の中で予定に入っていれば、今週も同じ時間にライブがあるなっていう、いわゆる、自分の中で決まりきったことを決まった通りにやるっていう、この喜びですよね。ルーティンワークと呼ばれるようなもので、朝は何々をする、昼は何々をする、夜は何々をするという同じような条件で、何曜日には何々をするっていう、その一つ一つ自分の決めたことを全部こなしていけば、やっぱり一つ一つこなしていく楽しみっていうのを覚えるってやつですよね。ハプニングがいっぱいあるよりも、むしろ自分の決めていることを全部着実にこなしているっていう、こうしたストレスの解消法っていうのもあると思いますね。LQ さん、LK さん、食べたいものをデリバル。これも一つのあり方ですよね。パープルさん、スーパーチャットありがとうございます。14万人来ましたね。ありがとうございます。チャンネル登録者が14万人来ました。もう1万人増えるのに本当に長くかかりましたが、少し上がりました、額が。本当にもうチャンネル登録者数を増やすの大変ですね、ここ最近。やっぱりみんながみんな関心のある出来事っていうのは、いつもあるわけではないので、そうするとどうしても動画を投稿してもなかなかチャンネル登録者数増えないなっていう時期は出てくるんですよね。同じ話題にしか興味がないですよっていう人たちに、いつも同じような話題を提供していると新しい人がどうしても入ってこないですからね。なかなかここは難しいところでございます。食べたいものをデリバルっていうパターンについて言っても、これも一つのあり方ですよね。もう自分にとって、ご褒美っていうところで、これを美味しく食べるんだぞっていう一つの喜びを持っていればね、何も持っていないことに比べるとはるかにいいですからね。盾をもらえましたかっていうことですけど、10万人あたりでだいたい盾をもらえますよっていう話あったんですけれども、残念ながら未だに盾をもらえておりません。これは、以前の動画か生放送の中で言ったかもしれないんですけれども、私のチャンネルには確かその警告が1個ついてて、その警告のついていることを理由としてあなたには盾を送れませんよみたいな、そんな連絡が1回入ったんですよね。で、それからどうも、
まあ、味噌がついているというか、どうも YouTube 運営側の方としては、この人ダメじゃねっていう、なんていうかな。一つハードルをかまされちゃってるかなっていうのはありますよね。で、基本的には縦っていうのは、申請画面というか、申請するページフォームっていうのが、まあ連絡が届いて、で、欲しかったらここに必要な項目を入力してくださいねっていう風な手続きを踏んで、それに基づいてさあ送りますよっていう、まあ段階を踏むんですけど、私の場合だとこの申請用の連絡すらもらえないっていうね、残念なことでございますが。まあなので、もしも縦を欲しいってなったら、正直別のチャンネルで、チャンネル登録者数を増やさない限り、現在のチャンネルでいくら、登録者数を増やしても、おそらくは縦申請のフォームは送られてこないんじゃないかなっていう問題はありますね。まあただしですね、別に私縦が欲しくてやってるわけではないので、まあその点についてはそんなに記入してはおりません。兵庫加古さん、スーパーチャットありがとうございます。いつもありがとうございます。喉を大事に。はい。もう喉はとても大事にしていかないとダメですよね。本当ね、YouTube でこうやって活動している限りにおいて、喉が本当に命ですからね。もう喋れなくなったらおしまいっていう、まあこんな悲しいもんでございます。よいしょ。次行きましょう。3位さん。一時話題の中心になった恒大グループと、木下議員、木下富美子元都議会議員のその後が知りたいですということですね。まず木下、都議会議員の方なんですけれども、今はもう一市民になっている関係で、新しいニュースっていうのは基本的には出てないですよね。まあ、例えば、また自動車事故を起こしましたとか、そういうすごいニュースは今のところ見当たってはないですね。で、恒大グループの方についてはニュースが1本あって、これはもう3月の22日のニュースなんですけれども、中国恒大2021年決算を期日までに公表できず、監査手続きが難航、株式売買停止続く見通し。現在中国恒大の株式については、売買停止状態です。これ記事としては3月22日ですけど、今4月16日現在においても、今でも株式売買は停止状態になっておりまして、全くうんともすんとも言えない状態ですよね。ただしですね、中国恒大はまず子会社の売却であるとか、今まで続けていた建設事業の事業部分の売却、A 地区について進めていたプロジェクトを他の会社に売るとかですね。まあそういった形でとにかくなんとか金を作って、会社が潰れないようにみたいな感じで、自分のタコが足を食うようにしてなんとか持ちこたえているっていうような状態ですね。まあよくやるわねいうことですけど。まあ基本的にまあ企業としてはもう本当に死に体の状態で、なんとかやっているっていうところですよね。まあ基本的には今中国の不動産事業っていうのは、まあこれからは厳しくなるだろうっていう状態なので、まあなかなかうまくはいかんでしょうね。まあただし、ものすごい、なんていうかな、突然の破綻ではもうない状態になったので、金融市場に与えるダメージも少しずつ時間が経つごとにある程度計算がつく。まあ、つまり銀行業界であれば、中国恒大に何かしらのお金を隠しつけていたとしても、それに、損切りした時にそこに損切りに引き当てるお金っていうのをもう積み立ててる状態なので、いわゆる金融市場に与える大きなダメージっていうのはもうないんじゃないかなっていうふうに言われてますね。もちろんダメージはあるんですけれど、いわゆる予想外ではなくなったっていうところから今では大きな材料にはならないっていうふうに言われてますね。うん。吉田由紀子さん。以前誰か請求した政治系 YouTuber さんがいたと思ったけど。
政治系 YouTuber さんだと誰が盾もらってたかな。まあ、和也さんはもらってるだろうけれども、あとは、常念さんとかもらってるのかな。どうなんだろう。あんまり盾もらいましたっていう感じで政治系 YouTuber が、まあ、大々的に話しているとこ見たことはないですよね。エンタメ系の人であれば、チャンネル登録者数10万人、チャンネル登録者数100万人みたいな形で、まあ、ちょうど言える、そして言うことによって動画を上げるっていうのができるんですけど、あんまり政治系の YouTuber だと盾をもらったっていうのがあんまりみんなに見てもらえないかなっていうところありますよね。まあ、それと YouTube 的に言うと、この政治問題であるとか国際問題っていうのは必ずしも推してるカテゴリーじゃないんですよね、どうしても。多くの人たちに見てもらおうと思った時に、YouTube が何をしてるかって言ったら、やっぱりエンタメ系なんですよね。エンタメ系のものとしては、やっぱり広い年齢層の人たちが楽しんでますっていうのを理由として、次も見ます。このチャンネル動画を見ます。更新楽しみです。みたいな形で、まあ、ぐるぐる回したいっていうのがどうしてもあるんですよね。バトーさん。笹さんの笹やんさんはチャンネル登録者数 12.8 万人で銀の盾もらっています。まあそれはチャンネル登録者数が10万人超えましたよというのでもらったんでしょうね。金沢キズネさん、武田氏は盾喜んでましたよ。三つ今さん、武田さん2つもらったと自慢してたよ。まあ自慢なんでしょうね。武田さんはなんで盾がそんなに良かったのかな。そんなのがあんまり目的じゃないだろうにっていうのは思いますけれども。まあ、単純に 12.8 万人っていうのはあくまでも10万人を超えましたよ。で、2.8 万人増えた段階でようやく届きましたよっていうことだと思いますね。別に 12.8 万人になったからもらったっていうわけではないと思います。まあ、どうしても申請窓口のフォームが送られてきて申請して、それから縦にまあ、そのチャンネル名を入れて送るっていうのがあるので、どうしても時差が発生しますからね。まあ、武田さんの場合だと、盾をもらったんじゃなくって、盾をもらえるチャンネルぐらい、まあ大きなチャンネルが、2つできましたよ、3つできましたよっていう、その量産性を誇っているのかもしれないですね。よいしょ。さて、それじゃあちょっと、紹介してないニュースも見ていきましょうかね。思ったけど、もっと、大体23時ぐらいまででもと思ったの用意したニュース全然取り上げてないやつあるな。ちょっと軽く言える話からいけん。軽く言える話っていうわけじゃないけれど、どっかで言いたいんだけど言う場面があんまりないっていう、このモヤモヤとした気持ちをみんなに届けたいなっていう、ちょっと勝手な話をさせてもらいます。今、ウクライナ情勢に関連して日本国内で出ているニュースとして、ちょっとこれやめてくんないとどうしても思っているものがあって、まあ多くの人に、まあ、共感して拡散してほしいなって思う話があるんですよ。こちらのニュースは、頑張っている人に届けたい、ウクライナの人々へ折り鶴4200話というニュースなんですけれども、正直ですね、折り鶴を送りますっていうニュースは、この私取り上げたニュースだけではなくって、本当に、毎週1回か2回は何かしらどこかしらでネットニュース流れている状態で、そのニュースを見るたびに私が思うのは、頼むから折り鶴を、ウクライナ大使館に送るのはやめてくれって私は思うんですよ。で、この話ってのは一番何が問題かっていうと、受け取った側は本当に、なんていうか、なんで送るのっていうのもあるし、なんていうか、見ている側としても、それは送る相手じゃないですよっていうのが思うんですよね。で、平和を祈っておりましたっていう、そこまでは別に私は否定するわけじゃなくって、折った折り鶴をなんで相手に送るんだっていうところが私は思っていて、その気持ちを込めて折ったものは自分の家に飾ってよっていうのを私は思うんですよ。で、送られた相手としてはそれがどんどんと溜まってきて、善意の塊ですよって言われてしまうと、なんかすぐに捨てるにもいかないしな。でもものすごい
その場所を取るわけじゃないですか。だから困るんですよね、絶対送られた側は。日本国内においても 3.11 東日本大震災の時も東北地方の自治体各地にですね、折り鶴がもう何度もずっと送られ続けてきて、もう頼むからもうやめてくださいって言いたいんだろうけど、受け取った側はそうは言えないっていうところで困ってる話は非常にたくさんあったんですよね。今回の件で言ってもウクライナの人たちにですね、この戦争状態なんとか終わってほしいな、平和の祈りをっていうのを、その気持ちはありがたいんだけども、折り鶴じゃなくって、それはみんなで募金を募って、お金として、寄付口座に送るっていうのが私は一番いいと思います。で、同じ日になんですけれども、こちら広島でも、折り鶴を折るっていうのがあるんですけども、で、これはですね、ちょっと話はちょっと違うんですけれども、広島の場合で折り鶴を折った後、それがどういう風になるかっていうと、こちらはですね、平和記念公園に献納するっていうパターンなんですね。先ほどのニュースっていうのは、ウクライナ大使館に送りつけるものだったので、ちょっと勘弁してよって私話をしたんですけれども、次のニュース、今度は折り鶴を折ってみんなの気持ちを象徴するものですよとして、広島市の市役所が広島の平和記念公園に飾るから、折ったものを受け付けますよっていうのは、私はこっちの方だったらまだいいなと思うんですよ。というのもこれは受け取る側の自治体が、折ったものは受け取りますよってまず第一に言っていて、しかも送り先というか展示先っていうのがウクライナ大使館とかじゃなくて、平和記念公園で、みんなの気持ちの一つ結晶的なものとしてこういうものがありますよっていう展示するね。まだこれだといいかなというふうに思いますね。で、この件に関してはもう相手が困ることを理由としてロシア大使館に送れっていうのもあるんですね。こちらはロシアとかウクライナではこの鶴っていうのはとてもいいものではなくて、どちらかというと悪い方の、ちょっと意味合いがありますよっていうところから、そういう話もあるんですけどね。何にしてもぜひともですね、身近なところで、例えば公民館活動であるとか、学校の授業の一環で折り鶴を折ってウクライナ大使館に送ろうみたいな話が、もしも皆さんの身近で発生したとしたら、いやいや、そうしたことをすると、送られた相手側が困るから、そうした気持ちは大事だけど、なるべくだったら折り紙代でもいいから寄付しましょうね、みたいなことを、皆さんもぜひとも、もうそういう関わりができたときには、お話をしてくれたら嬉しいなと思います。ね、ほんとね、もう検索かけるだけでもう次々と出てくるんですよね。もう折り鶴折ります、折り鶴折ります、折り鶴折りますっていっぱい出てきて、ちょっと厳しいなっていうね。もう学校教育の場で、なんていうか、そこは勘弁してくれというふうに思ってしまいます。ちょっと23時になってしまいますが、一応用意したニュース他にもありまして、ウクライナのために戦うベラルーシ人という方もいますよというニュース流れております。どうしてもですね、ロシアとウクライナの関係の話ばっかりをしてしまうので、その周りの国々でじゃあ誰も手伝いをしないのかっていう話になった時に、EU 側の国っていうのは本当武器しか送らんなっていうことを批判される方たちもいます。一方において、ベラルーシっていうのはロシア寄りの国なんですよね。で、ルカシェンコ大統領っていう独裁者がいますと。だけど、ベラルーシの人たちも決してロシアべったりじゃないし、ルカシェンコ大統領を支持している人だけじゃないですよっていうところから、亡命して、他の国に逃れているベラルーシの人たちもたくさんいます。で、その人たちっていうのは、よし、この時にもうウクライナのために戦おうという形で集まっている人たちなんかもいますよというところですね。で、ちょっとこちら戦況の記事なんですけれども、ちょっと注目してもらいたいのはですね、この戦況の中で、南部戦線に少しこの変化がありまして、この水色のなんか真ん中にちょこっとある部分なんですけれども、ここがですね、リポーテッドウクライナパルチザンウォーフェアって書いてあって、これはもうロシアに占領されている地域なんだけれども、
抵抗運動として戦いがこの地域では始まっていますよっていうのが、もう戦況レポートとして出てきておりまして、このあたりちょっと注目かなと思っております。というのも、ここ最近の話として非常にこの後厳しいニュースが流れるだろうなと思っているのが、南部ヘルソン州が私大事ですよって話をしているんですけれども、今、ロシア軍の占領地域なんですけれども、ヘルソンの衛星画像で800個の新しい墓が見つかりましたというニュースが流れております。ロンドンに本拠を置く人権団体情報持続可能センターによると、2月28日から4月15日までヘルソンの市の墓地に少なくとも824の新しい墓が出現しましたというのがニュースになっております。こちら衛星画像っていうのは日々見ていくと、作業している様子っていうのがわかると。で、畑になんか線がいっぱい出てきてるのはこれ一体何だろうって話になった時にこれ注目しなければならないのがですね、ロシア軍側の遺体を大量に埋葬する基本的なやり方というマニュアルがありまして、こちらが土地をある程度掘り下げることをして、整地を行って、地盤をちょっと水で固めた後に、ボディバッグを大量に並べてその上を鳴らして整地しましょうっていう、手順が決められていますよというマニュアルがありまして、で、これに沿った形で、この畑には、このロシアの支配を、抵抗した人たちが埋められたんではないか。一般市民の人たちではないかというのが疑われる状況というのが発生しております。ただしこれは、今はヘルソン州というのはロシア軍が占領している状況なので、もしもウクライナ軍が奪還した後になってようやくその実態がわかるというものなんですね。ただし私はこの衛星画像のこの変化っていうのを見るとおそらく凄まじいことが起こっているんではないかなという、そういう心配をしております。この予想っていうのは外れてほしいんですけれど、おそらく当たっているんじゃないかなっていうところですね。その他用意したニュースとしましては、一応小室圭さんの記事も用意したんですけれども、そんなに私は取り上げることはないかなっていうところですよね。小室圭さんの話につきましては、やっぱり YouTube 上にこれをまるで専門チャンネルかのような感じで動画を上げまくっている方おられるので、興味のある方はそちらをどうぞというところですね。そして今日全然取り上げていなかったんだけれども、中国は大変なことになってますよっていうニュースも一応出ております。もしも現在の情勢としてウクライナの危機っていうのがなかったとしたら、中国のこの無茶苦茶なゼロコロナ政策の何が起こっているのかっていうのは、おそらく動画作ってたんだと思うんですけどね。現在上海ロックダウンっていうのが非常に長期化している関係で、もう住民の人たちの不満がもう爆発している状態でございます。とにかく中国共産党っていうのは自分の政策が正しいと思ったらもうそれ以外を一切受け付けないっていう硬直化しているので、それをよく象徴しているような話だと思いますね。あと、交通事故の話が誰か書かれていたんですよね。ちょっと待ってね。これも時間的にはそんなに長くかかる話ではないので、この話も少ししておきましょう。こたつねこさん、上川さんこんばんは。ロシア関連やコロナのニュースばかりですが、それ以外に気になるニュースがありますということで、ちょっとこちら取り上げていきましょう。ニュースや情報番組でも煽り運転での事故を多く取り上げているようです。ここ最近運転手による煽り運転が多くなってます。刑事罰が重くなった時は減った様に思えたのですが、ここ最近また煽り運転が増えてさらに悪質になってます。先日もバイクが追い越したことに腹を立て車をバイクに幅寄せしてバイクの運転手が大怪我する事件がありました。今は交通安全週間の期間なのですが、上川さんや皆さんはこの煽り運転問題にどのように感じますか？ちょっと今私重大なミスをしていることに気づきました。選挙地図をずっと出しっぱなしにしているのに気づかなくて、さっきの話なんですけれども、ヘルソン州の衛星画像で、遺体が埋めるためのものであろうと見られる、
画像データがずっと掲載されてますよっていう話、こちらの衛星画像のニュースと、ロシア軍の遺体を大量埋葬するマニュアルの画像っていうのがこちらでございます。で、こちらの画像を元にして考えると、ヘルソン州で起きているこのロシア軍の活動っていうのが、とんでもないことになっているんじゃないかなという話でございました。ちょっと話だけになってしまいましたね。よいしょ。さて、それでは戻って、こたつねこさんの、煽り運転での話なんですけれども、おそらくはですね、昔からずっとこうした煽り運転をしている人たちっていうのは、たくさんいたと思います。いたんですけれども、じゃあ今になって多くの人たちが見ることができるようになった理由は、それはやっぱり何と言っても、ドライブレコーダーが多くの人たちに普及したことっていうのが、一番大きい理由だと思います。で、例えばですね、ツイッターなんかで煽り運転であるとか、自動車事故とか、そういった非常に直接的なワードを入れただけでもですね、これおかしいだろうみたいな、そうした運転状況っていうのが本当にいろんな動画出てくるんですよね。こちらちょっと、ツイッターで、4月13日のものなんですけれども、サイドミラーを見たら、後ろにもうガンガンと詰め寄ってきて、もうチッカチッカつけながら、そしてもうずっとブザー鳴りっぱなしですよみたいな形で煽り運転してくる車があるぜっていうような動画なんかが上がってたりするんですよね。で、この車赤信号を無視してもう交差点に入ってぐわーっとやったりなんかして、もうとんでもねえ暴走状態だぜっていうようなそういった動画も出てるんですけれども、ニュースには全然出てきておりません。つまりそれだけ日常的に日本のどこかでこういうやばい運転みたいな感じで結構あるんですよね。皆さんもぜひともですね、ドライブレコーダー、特に車を運転する方だけですけども、ドライブレコーダーはつけた方が絶対いいです。で、これは別にですね、あなたの運転に問題があるかどうかじゃないんですよね、結局。運転をしていると一番怖いのは、自分はちゃんと運転しているんだけれども、相手がぶつかってくるであるとか、相手が煽り運転をしてきましたよっていう証拠を、被害者の側が用意しないと、相手は映像がなければ、いや、そんなことやってませんよってもう平気で言いますからね。そういった具合にして自分が被害者になった時を防衛するためのものとしてドライブレコーダーはつけましょうっていう話ですね。このあたりは自分を身を守るためのものだよっていう、この意思がやっぱり一番大事だと思いますね。というわけで、本日はだいたい2時間ですよっていう予告をしておりましたが、2時間でこのあたりで、幕引きといたしましょう。今日のニュースとしては、やっぱり何と言ってもウクライナ情勢大変大きな問題なので、その話題が多くなってはいますけれども、見ているうちにちょっと気分悪くなったわっていう方は、ぜひともその時は一旦ニュースから離れて自分の回復を第一にするっていうのをまずやってください。どうしても自分にはきついなと思うニュースっていうのは、もう不意に目に入ってくることはあると思います。やっぱりこれは人それぞれその精神状態っていうのは違うので、遺体がたくさん出ている状態でも本当にひどいことだって怒る人もいれば悲しむ人もいて、そして悲しみに同調するあまり自分が鬱の状態に陥るってこともありますからね。自分の心の状態と、相談しながら今の厳しいニュースっていうのを、取り扱うようにしてください。一方で、自分たちのできることとして、折り鶴を送るのはやめましょうっていうのは、ぜひともこれ自分の身の回りで起きたら止めてあげてください。これはやってる側にしてみたらいいことをしてるつもりなんですけれども、どうしてもね、相手方にとってどう思うかっていうのはこれ非常に大事ですからね。そのぐらいでしょうかね、今日は。というわけで、本日は皆さんの書き込みを中心にしてと言いつつも私の用意した話バンバンやっていきました。生放送と違って動画と違って生放送はこうした、一つの話題にこだわらずにあれこれ話もバンバンするし、また動画の時だとどうしても分かりやすさを優先して、あんまり話を広げないんですけれども、
今日のフランス大統領選の話みたいに、まあ、関連するワードだけじゃなくて関連情報も含めて、だらだらと話をするっていうのもあるので、まあ、その点について、まあ、ラジオ感覚で聞いてもらえれば、まあ、2時間番組で、まあ、ずっと聞いていて飽きないなと思ってもらえれば、まあ、それでいいかなと思いますね。まあ、あとはですね、どうしても私は特に煽りをバンバン入れるわけではないので、極端にすげえこんなことあるのみたいなのはちょっとないと思いますけれども、まあ、その分皆さんの考えを整理するのにぜひとも役立てていってください。というわけで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。2022年4月16日生放送はこれにて終わろうと思います。次回は動画にてまたお目にかかりましょう。皆さんおやすみなさい。またね。さあまたねって言った後で、ドライジさんスーパーチャットありがとうございます。